人参の皮の剥き方とそれから切り方をねご紹介していきます。まず人参はヘタを切り落とします。であんまりねこう深く切ってしまうともったいないので手前でなるべく薄めに切り落としましょう。ヘタ切り落としたら次皮を剥いていくんですけど、まずね半分のところを剥いていきます。ここから下の部分をくるくると回しながらそしたら上下変えて剥いていきます。こんな感じですね。まずは人参の細切りの方法です。たくさん一気に切らなければいけないので、初めに斜めの薄切りにしていきます。で細切りの場合はこの時の厚さをだいたい3ミリぐらいに切っていきましょう。斜めにザクザクとスライドさせて並べましょう。で端から一気に切っていきます。細切りは千切りよりも少しだけ太い切り方になります。はい、こんな感じです。家庭の場合は斜めに切ってしまうと全部この人参使わない場合斜めの切り口で残ってしまうので次使う時にすごく使いにくいです。ですので家庭の場合は使う分だけ斜めではなくてまっすぐ切り落とします。これを薄切りしていきましょう。後の切り方は同じですね。斜めに少し重ねながらずらして端から切っていきます。でもしこの少し重ねて切るというやり方がやりにくいなという方は3、4枚重ねて同時に切るやり方でも大丈夫です。保育園の場合は重ねるとやっぱりその分だけ時間がかかってしまうのでもう一気に端から切るためにこうして並べて切ってます。こうして切ればこの残りの部分はこのまっすぐな状態で保存ができます。保育園の場合は今の切り方ですと切る回数がかなり増えてしまうのでその分時間がかかって効率が悪くなります。ですので保育園の場合は最初にお伝えした斜めの切り方でなるべくこの切る回数を減らすというのが効率よく作るポイントになります。千切りの切り方ご説明するんですけど細切りよりも千切りの方が少し細くなります。この薄さを 1、2 ミリ幅に切っていきます。なるべく薄くでこの時に太くなってしまうと細切りになってしまいますので千切りの場合はこの時点で薄めに切っていきます。こんな感じです。そしたらこれを横にスライドさせて端から細めに切っていきましょう。こんな感じです。保育園の調理の場合は細く切りすぎてしまうと長く加熱するので崩れやすかったりとかギュッと絞る時にちぎれてしまったりとかってすることがあるので私のレシピは千切りだとそのボロボロになるのがあるのでそれを防ぐために細切りにして切っています。次人参の乱切りの方法です。下の部分は少し細くなってますので斜めにカットしたらくるっと回してこれを繰り返して乱切りをしていくんですけれどもここから先が結構太いんですね。でこのままくるくる回して切っていくとだいぶ大きい乱切りになってしまいますので保育園で切る場合はまずこれを4等分にします。もう半分です。でこの4分の1にした大きさをカットしていくとお子様の
乱切りになります。でこの時本来はこうやってくるくると回していくんですけど、4等分にするとくるくると回しにくくなりますので、切ったら上下にこう角度を変えながら切っていきます。そうすると小さめの乱切りができますので、お子様用は必ず4等分にしてから最終的に乱切りにしていきましょう。人参の短冊切りの切り方です。まず半分に切ります。上の部分は4等分にしていきます。下の方は細くなってますので3等分にしていきます。このようにまずはここの厚みが1センチ幅になるように切りましょう。あとは端から2、3ミリ幅に切っていきます。これだとまだ全体が長いので最後に半分に切っていきます。はい、こんな感じです。今のは保育園向けの効率よくまとめて切る方法になるんですけれども、家庭で切る場合は使う分だけまず切ります。でこれを1センチ幅に切ります。そしたらこれを並べて端から切っていきましょう。家庭で切る場合は今のように短く最初から切っておくととても切りやすくなります。人参のいちょう切りの方法です。いちょう切り本来は4等分に切ってから端から切っていくんですけど、そうするとこの下の方は細くなっていて上の方が太いので大きさが少し異なってしまうので、最初まず半分に切って、この細くなっている部分はいちょうではなくて半月切りにしていきます。で少し太くなってきたなと思ったら途中から4等分にしていちょう切りにしていきましょう。人参は割とお子様でも噛み切りやすい食材になりますので、カレーとかに入れる場合は飛んでいっちゃった。カレーなどに入れる場合は少し厚めに切っていただいて大丈夫です。下の方と上の方で、そんなに大きく差が出ないで切れるようになります。こんな感じかな。みじん切りは包丁でみじん切りにしてしまうと大量調理ではね特に大変になってしまいますので、規模が大きい園さんとかあとは人参を1本以上切る場合はこういった電動のブレンダーを使っていきます。ざっくりと人参を輪切りにしてでこの中に入れていきましょう。で人参入れたらあとはブレンダーで砕いていきましょう。はい、こんな感じで。規模が小さい保育園さんはこういったブンブンチョッパーを使うのがおすすめです。このままだと砕きにくいのでだいたい4等分ぐらいですね、厚めのこれぐらいに切っていきます。はい、こんな感じです。